今回も生成 AI シリーズ。データセンターに使われる高性能アナログおよびミックスドシグナル半導体および高度なアルゴリズムの世界的大手サプライヤーであるティッカーシンボル SMTC を見ていくよ。SMTC のパフォーマンスを見ていくよ。1年でプラス 75%、半年でプラス 134%、四半期でプラス 73%、1ヶ月でプラス 28% という素晴らしいパフォーマンスだよ。データセンター関連ではデータ転送に使われる製品を提供しているよ。時価総額は 2.3 ビリオンダラーの規模だよ。この会社のストーリーはガンガン成長していて、それを追うのではなく、これまで冴えない会社だったけど、データセンター特需を当てて一発があるかも、というような会社だよ。直近決算プレスリリースの会社からのコメントとして、半導体事業に対する最終市場の需要は安定から成長へと進展しているよ。ハードウェア事業は依然として制約を受けているが、SMTC は特にインフラストラクチャエンド市場において短期的な成長傾向から恩恵を受ける有利な立場にあると言っているよ。SMTC が提供する製品はこちらだよ。低電力のワイヤレスプラットフォームや静電気放電などの回路保護、光、アナログ、ミックスドシグナルの半導体ソリューションの高速データ伝送製品、あとはスマートセンシングや IoT 関係、ブロードキャストビデオや電源管理など様々な事業を行っているよ。データセンターとどう関係しているかについて説明するよ。データセンター向けはいろいろなソリューションを提供しているので、ここでは後で説明するカンファレンスコールに関連するものだけ説明するね。その一つとして、アクティブ導線ケーブル ACC およびバックプレーンアプリケーションに超低電力と超低遅延を提供するクワッドリニアイコライザーを提供しているよ。導線ケーブルの到達距離を延長して大容量のスイッチからサーバーへの接続を可能にする ACC に対する強い需要があるのが背景だよ。これまでのパッシブ導線の到達距離は最大 1.5 メートルだったものを ACC で最大5メートルを実現しているよ。これにより信頼性高い高速通信を実現しているよ。なんか難しいけど、導線ケーブルが延長でき、電力消費が少なく、遅延も少ないものを可能にしているみたいだね。2024年3月28日に発表の決算を見ていこう。データセンターを含むインフラ関連は 20% だね。先ほどのデータセンター向けソリューションが含むシグナルインテグリティは 22% で、売上の中の割合が現在大きいわけではないよ。決算の数値はこちら。下半分がノンギャップだよ。売上を見ても、でこぼこはしているけど、特段現状伸びているわけではないよ。EPS も黒字と赤字の間をさまよっている感じだね。もともと超優良企業ではないよ。2025年 Q1 のガイダンスも見てみよう。売上の成長もほんの少ししか見ていないね。こんな感じの企業なので、決算の売上や EPS をアナリスト予想と比べるのは省略するよ。こちらが決算カンファレンスコール3月28日のものだよ。AI 機械学習データセンターの構築をサポートする800ギガアクティブ、導線ケーブル用の導線エッジリドライバーに対する需要の高まりが見られているよ。アナリストからの AI の同エッジテクノロジーに関する質問があったけど、その回答はこちら。データセンターのファンダメンタルズは非常に強力。少なくとも次の3から5、ちょっとこれが何かは文脈からの推測だけど、四半期かな、強いと予想しているよ。電力を節約するために起こっている実際の技術変化に注目しているよ。数字は来年度に貢献ということだよ。すなわち、決算にはすぐには反映してこないよ。データセンターって必要だと言われて、
すぐ製品を納入できるわけではないので、売り上げは遅れるよ。新規データセンターなんてすぐには建設されないし、既存のデータセンターのリプレイスだって簡単にできるものではないからね。とはいえ、生成 AI への対応は迅速にしないといけないから、需要だけが企業に来ている感じかな。業績に対しては、2024年度後半から増加し始めて、ACC に関して、翌年には 20% を超える成長が見込まれる。人々が話す数字が高くて、作るのが困難で、正確な量の特定は困難とのことだよ。相当需要が強そうだね。こういう株は、決算の数字に入ってくる頃には、株価がピークをつけるかもね。決算の数字がなくても、期待されているところから買っていくしかないよね。月足チャートはこちら。2021年をピークに2023年まで調整して、やっと上昇し始めた感じだね。特に今月の出来高は大きいね。2010年代と変わらない株価水準だね。週足チャートはこちら。今年の3月までずっと鳴かず飛ばずの株価だね。2022年前半の株価水準に戻そうとしているね。これを見ると、今後上昇するならば、まだまだ初動だね。日足チャートはこちら。決算発表直後から出来高を伴って動き出し、一気に 50% ぐらい上がったね。一度20日移動平均線まで調整し、再び反発したね。高値ブレイクを狙っているところだね。ここを抜けるならチャンスがありそうだね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。